イベントに着きました。いろんなもういい人、天気がいいし、いろんな車出てきました。見たことない車が多いんで、今日は特になぜかわかんないんだけど、アメ車、カマロが多いですよね。カマロがかっこいいよな。これは68年式。隣は67年式の RS。これはブルーの方は SS。もともとアメ車大好き、今でも大好きな、スティーブとして本当にもうカマロとかマスタング、インパラ、もう、モーパーの車とかも大好きなんですよね。ちょっと覗きましょうか。ダトさんの帽子をしながらアメ車を見るのがまたあれなんですけど、大好きなので見てみましょう。勉強になります。箱スカの周りがいつも人がいるんだけど、箱スカの隣もカマロですね。これはもうバリバリ1969年式の Z28 です。この車のエンジンはもう書いてます。かなり、改造してますよね。ツインターボじゃないでしょうか。純正にはこのエンジンの仕組みがまずありませんでした。なかったんです。これは素晴らしい。ツインターボのエンジンはよく綺麗に積んだんだよね。ラジエーターがでかい。シルバー色には黒いストライプがもう当時の色ですよね。もう味わってます。箱スカの隣にあるかっこいい69年式のカマロですね。そしてこれは67年式、1967年。こちらは1968年。その違いがどうやってわかるかというと、ここにその違いがあります。1967年にこの三角の、窓、ガラス、ウィングウィンドウというんですけど、これがついてました。1968年から1枚のガラスの1枚になったので、これは1968年式です。1969年のあっちにある車も一緒です。かっこいい。これもアフターのシートに、コンソールもつけてメーターも全部書いてるんで、エンジンもやっぱりカマロのスーパーチャージャー付きのカマロエンジンですね。これもう純正と全然違います。もうファイアウォールにはもう全部こう綺麗にしてシェーブしてスムーズにしました。中にもうエンジンルームはすっきりしてますよね。色もいいです。かっこいい67年式のカマロです。これはもう特徴といえば1967年になると、68年もそうなんだけど、これはハイダーウェイの RS のオプションにはこのヘッドランプがあります。この開き方がまた面白いですよね。独特です。What's your dog's name again? Kiyoshi. 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 Come here, Kiyoshi. Kiyoshi. Hi, Kiyoshi. Hi. Hi. Where's Yoshi and Yumi?Where's Yoshi and Yumi? どこにKiyoshi. You're funny. You're funny. Can you sit? Can you sit? お座りできる。座らないの。そしてアメ車といえばキャドラックが多いですよね。今日はこの車かっこいいと思いません？めっちゃ速いし、俺は前からこのタイプなんだけど、ワゴンステーションワゴンのこのタイプ、CTV だったっけ？なんだったっけな、 CTS じゃなくて CTV。 キャドラックはかっこいいよ。キャドラックは今のキャドラックを乗るならこれしかないと思いますよね。かっこいいよな。白、青、黒、いいな、かっこいい。このごついやっぱりキャドラックのエンブレムがかっこいいな。速そうな V、 あれはなんて読むんだろうね。 TV だよね。かっこいい、速い、かっこいい。なんかキャドラックの中では一番の車両だと思います。覚えてますか？これ試乗したんで、試乗させてもらったオスカーくんの車なんだけど、めっちゃ速いですよ。さらになんかチューンアップしたらしいのでめっちゃ速いです。そして初めて、見かけたこう GTR R ですよね。33のスカイライン V スペックらしいんですが、めっちゃかっこいい、真っ白黒の車です。オーナーさんにも今日初めて会ったんで、なんか7月あたりからこの車を所有しているらしいです。いいな、かっこいい。どんどん日本車右ハンドル車が増える、ダラステキサス近辺ですよね。いいな、かっこいい。かっこいいタイプあるじゃないですか。これはこの車はよく見かけますよね。前のチャンネルにあった面白いステッカーがついてる車なんですけどこのタイプ R はめっちゃ改造されてるんじゃない？
ホイールもウィングも、あれこっちもステッカーもついてるのかな。またいい感じのステッカーついてるよな。かっこいいよ。結構細かいディテールが多い中で赤と黒のテーマがもう決まっていますね。前もスプリッター、この辺りがかっけえな。かっこええ。I love it. You had somebody draw that? Yeah, that's very cool. スープラ、マーク4のスープラが現れました。いいね。黒にごついマフラーじゃないですか。これゴールドのホイールいいな。黒にゴールド、イエローとゴールドはなかなか似合う右半ですよね。最近結構多いんですよ、テキサスでは。日本にはあんまりもう見ないのに、アメリカになるとめちゃくちゃなんかあれになりましたよね。もう台数が増えました。かっけえ。結構オリジナルっぽい感じのマニュアル車だったのかな。中見てみましょう。ああいいね。マニュアル車で黒ゴールドのトヨタスープラいいね。これもサムズアップです。そして覚えているのかな。カスリンちゃんおはよう。 Good morning, how are you? I was just about to tell everybody about カスリンさんのジムニーです。かわいいよね。カスリンちゃんと友達になってから本当にもう不動産の面でもいろいろこうなんていうのかな、手伝いをさせてもらっているの中で彼女のジムニーはめちゃくちゃいいですよね。いいね。先ほどここにミアタが入ってきたんだけど、普通のミアタロードスターに見えるけどすんげえコルベットのエンジンが積んだミアタ、やっぱりちょっと音が違うなと思ったんだけど、そして後ろのタイヤも普通のミアタではないこと、 LS3 のコルベットエンジンです。これはすごい速いというか怖いんじゃないの。めっちゃいいよな。スリックがついてるんじゃない。なんてナンバーがミニベッド。なるほどな。ミアタロードスターがミニベッドになってるのはすげえな。この車はめっちゃ速いんだろうな。よくこうコルベットのエンジンをミアタにこれ積んだ。おいミニベッドよーく入ったな。すげえ。カマロの新型も出てきてます。カマロの古いカマロと新しいカマロ、やっぱりまあ古いカマロに似てるところありますよね。69年式の方に。でもね新しいものです。そして GTR R35353531何台 1,2,3,4,5,6 台ですよね。色もビッグウィングのウィングのついてる GTR もあります。あれこの車ってこの前のラリーに俺の前に走ってたやつなのかな。かっけえよ。これはめっちゃこのスポイラーウィングの幅が車幅よりあるんだよな。すげえよな。これはブルーこういろんな色のやつがあります。 GTR は人気ですよね。人気です。懐かしい車来ました。覚えてる方がいるのかな。スティーブのフェラーリじゃないですか。俺のフェラーリ出てきた。まあ色が変わったのとホイールの色も変わったのと、そしてなんか後ろのデフューザーを壊したような話もありましたよね。なんかどっかにぶつかったような話もあった。 FI マフラーがまだついてる。カーブのダックウィングがついてる。オーバーフェンダーに新しい金物かっこいいです。スモークがちょっと黒くなったのかな。ボンネットも同じ。まあこの色もいい色だよな。この色がかっこいい。相変わらずちょっと懐かしく思いました。今日は楽しい一日でした。すごい楽しかった。箱スカのおかげで新しい友達もできたし、もうたくさんの今までの友達にも会えたし、新しく今まで見たことない車も何台かと見れたし、何より楽しくカーライフはエンジョイさせていただいています。皆さん stevepov.jp ウェブサイトがあるので、このパーカーとステッカーももういろいろありますのでチェックしてみてくださいね。ではまた次回、まで日々前進前向きに、やっていきましょうね。よろしくお願いします。いつもサムサムです。